今まで開発した空力マシンは、すべてファンが搭載されている。可変ウィングを搭載したマシンもあったけど、メインのダウンフォースはやはりファンデール設計だった。というのも、ファンを使わない空力マシンには、2つの障壁があるのだ。1、重量。このサイズで発生するダウンフォースはとても小さいので、相対的にマシンの重量を小さくしないと効果が出ない。2、検証。空力は風洞実験による検証や、シミュレーションによる解析が主流の分野なので、私のような素人ではなかなか有効な形状にたどり着けない。とはいえいつか挑戦したいと思っていたファンレス空力マシン。重量に関しては刹那を開発した際に色々と勉強して、そこそこ軽いマシンを作れるようになった。流体力学は水4区を通じてちょっとずつ感覚を、などとのんびり遊んでいたら、ファンなしの空力マシンで、ダブルファン搭載マシンの記録を抜かれてしまった。ので、水4区開発を一時中断。急遽空力マシンの開発に着手する。まずは手応えをつかむべく、既存マシンを有用してテスト機を作ってみよう。ベースマシンはもちろん一番軽い刹那。これに空力をぶち込んでいく作戦。私の少ない知識が言うには、車体と路面の隙間を利用してダウンフォースを得る、いわゆるグラウンドエフェクトが適しているはずなのだけど、車体の下を湾曲させる必要が、平らで良いので一番ダウンフォースを効かせたいのはレーンチェンジ。そしてレーンチェンジの路面は湾曲している。つまり車体の底面を平らにすればダウンフォースが発生する。これなら簡単に設計できるぞ。というわけで開発を開始する。まずは刹那のデータを読み込み、前後を入れ替えて、スーパーキャパシタをバッテリーに変更。底面の板は可能な限り大きく使用。実験や解析ができないならゴリ押しするしかない。これらに合わせてシャーシを改変すれば、3D データ完成。なんかモモンガみたい。3D プリンターの設定は、低密度光合成魔法を使用。3D プリンターで召喚。できたのがこちら。どう見てもペリペリする形状に見えるけどこのまま使うぞ。ちょっと端が反っちゃったけどまあよし。ちなみにシャーシ重量は 17.69g。刹那を新シャーシにアップデートすれば、刹那グラウンドエフェクト、通称刹那ゲー、完成だ。ローラーやタイヤはそのまま有用。マシン重量は 42.18g。刹那に比べるとだいぶ重い。大丈夫か？とりあえずシェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。ゴー。あれ？急に遅くなったぞ。モーターの音は元気なのに。これはいつものギア緩みっぽいな。ピニオンギアを接着してリトライ。スイッチオン。ゴー。早い。マジか。おー。あれ？急に遅くなった。と思ったら再加速。スピードが安定しないぞ。とりあえずミニ四駆キャッチャーで回収。スローで見ると、1回目も2回目もリアが浮いているけど、良い感じに通過できている。以前刹那で 2.08 秒を出した時は、マシンが飛び出すギリギリだったので、それより重くて速いのに低い姿勢だったということは、空力が機能したということで間違いなさそう。ちなみに速度が安定しなかったのは、ホイールの穴が緩んでシャフトから抜けてしまい、タイヤがシャーシに当たってしまったみたい。リアもフロントも抜けている。それとキャッチの衝撃かコースに当たったかわからないけど、スカートが割れてしまった。さすがに PLA 素材の薄い板では強度不足だったか。今回はファンを使わない空力マシンに挑戦。ゴリ押し気味のグラウンドエフェクトで、2秒の壁を突破できたのは良かった。しかし強度不足ですぐに壊れてしまうし、空力を最大限に利用するには、重量も軽くする必要がありそう。材料や設計の工夫だけでなく、より軽量な二輪駆動にするなど、改善できる点はたくさんあるので、今回の知見を活かして専用設計のマシンを作りたい。